だいぶこう四万十のね下流に来たんですね。もうすぐ海ですもんね。今回服部先生がやってきたのは四万十市中村。日本最後の清流四万十川の河口近く、川の幸と海の幸に恵まれた緑豊かな町です。ここに昔ながらの日本酒を醸す老舗の蔵があります。ここですね。こんにちは。服部と申します。今日はよろしくお願いします。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。矢部義和です。そうですか。よろしくお願いします。迎えてくれたのは8代目の蔵元で当時も務める矢部義和さん。ここ中村地域で江戸時代から続いていた十数軒の酒蔵が戦後間もなく合併。以来藤娘酒造として今日まで歴史を紡いできました。これどんなお酒を作られてるんですか。目指してるお酒っていうのは、やっぱり料理の味を邪魔しない。なるほど、昔ながらのちょっときれいな美味しいお酒っていうのを目指してます。昨今人気の日本酒はフルーティーな香りで甘みのあるお酒。しかし藤娘が追求するのは淡麗でキレのある昔ながらの日本酒。そのために欠かせないのがそこに仕込み水がありますので、そうですか。ちょっと始めていただけますか。水が今ここに来てますんで、これが実際仕込み水に使っている水です。これ四万十のあれですか。福水なんだ。伏流水ですね。50メーターぐらい下から打ち上げてます。淡麗な味わいを生む四万十川の伏流水。柔らかいですね。柔らかいです。ありがとうございます。軟水なんですよ。すごい極端な。水が軟水だとお酒の仕上がりが口当たりのいい酒になって、その辺が特徴かなと思いますけど。そんな四万十川の水で仕込んだ蔵を代表する一本が四万十の風。地元の酒米銀の夢を使い、お酒のうまみを最大限に引き出しました。これなんかどんな料理にも合いそうですね。本当に淡麗で辛口なんだけどなんか旨味が多いですね。ありがとうございます。そう言ってもらえばありがとうございます。かなり低温で温度コントロールしていて、こういうふうに味も出したいし、香りもある程度は出すというものを作りたかったんで。そう語る矢部さん。実は蔵元になる前は東京で火災防止設備の設計をするエンジニアをしていました。父親の他界をきっかけに蔵を継いだのは38歳の時。自分が入った時にいた杜氏さんがね、ものすごい酒作ってましたね。そこをやっぱり今でも目標にはしてますね。すごい本当にね、いい酒だったと思った。流行じゃなくてもうその当時の酒を頭に置いてやってます。目指すのは凄腕の杜氏が作り上げたうまみが強い淡麗辛口の日本酒。蔵に入って30年、今でも試行錯誤の日々だといいます。そんな中、酒のうまみを引き出すある方法を見つけました。酒の米は削って外を、中の芯だけ使うじゃないですか。削り切った米を水で一生懸命洗うんですね、みんな。そしたら何が起こるかって言ったら、大事な芯が残っていてもそれも削り取ってしまう。それがすごい疑問に思って、洗う時の時間もそうだし、水の量もちょっと変えましたね。常識にとらわれない柔軟な発想で目指す味を追求する矢部さん。藤娘酒造にはその背中を昔から見てきた蔵人がいます。娘のひろ子さんです。父と同じく東京でエンジニアをしていたひろ子さん。兄弟たちが蔵を継がないと知り、40歳で四万十へ戻ってきました。
ご苦労あるんじゃないですか、親父さんの後を継いで。基本的にはなんかあんまりこうあれこれ教えてくれないんですよ、教えてくれなくって、なんか自分で見てりゃ分かるみたいな感じの人なので、なんか見ながらこういうふうにやるんだなっていうのをちょっとずつ覚えていった感じです。いやもう見たら分かるのという感じですもうこんな感じで言われますいつも。父の背中を追いかけて酒造りの腕を磨いていった博子さん。体を使う仕事なので、やっぱり最初の頃は結構腰が痛くなったりとか想像はしてましたけど、大変って言えば大変ですよね。お父様としてね、お嬢様に期待している部分っていうのはどういうところですか？新しい感覚で自分の思ったものを出していけたらと思いますけどね。今までのことを別に突出することもないし、自分でいいと思ったものを作っていったらと思ってます。自分がいいと思ったものを作れ。父の思いを受け、博子さんは新たな一歩を踏み出しました。それが特別純米酒藤娘。使っているのは四万十の風と同じく四万十川の水と銀の夢。ただその味わいはそうですね、少し甘口なんね。そうなんです、ターゲットも女性の方をちょっとイメージして作ったお酒になりますね。低温でずっとじっくりじっくり引っ張っていって、なるべくその日本酒度をあんまり高く出さないように仕込んでいったお酒ですね。なるほど。お父様としてはこのお酒どう評価してるんですか？いやこういう酒もありかなとは思ってます。自分で作りたい酒を作って売れるように頑張るのが一番いいと思う。淡麗にこだわる辛口の父と甘口の娘。親子で守る藤娘。まだまだ進化を続けます。今回服部先生がマリアージュさせるのは最初に飲ませていただいた四万十の風。どんな料理に合うか矢部さんに伺うと。これですか？ここが四万十の風に合うお料理を出してくれる若松さんです。そうですか。それは楽しみですね。失礼します。酒蔵からすぐこちらでいただける四万十の風に合う料理とは。川エビの唐揚げです。これが四万十の風に合う川エビの唐揚げです。さっぱりしてて美味しいと思います。四万十川の名産川エビを素揚げに。香ばしく揚がったところに塩だけで味付けした地元の名物です。いただきます。香ばしい。お酒との相性は？エビの香りとね、香ばしさがわーっと広がるんですね。この淡麗ね、辛口ですっきりしたところに合いますね、これね。このお酒には大体どういう系統のものが合うんですかね。こういう油物と。やっぱりカツオとか魚はいいんでしょうけど、つまみがさっぱりした方が合うと思う、自分は。魚などさっぱりしたつまみがいいとのこと。服部先生、どんな高知食材と合わせましょう。四万十の風には魚が合うとのことでしたが、服部先生が手に取ったのはなんとお肉。ひき肉とたっぷりの夏野菜で何を作るんでしょう。いざ実食。中華っぽい。中華っぽいね。これ丸めてるのなんだと思う。肉団子。こういう料理とうちの酒とってあんまりね、中華ではあんまりねちょっと楽しみ。服部流肉団子の黒酢あんかけ。合いびき肉に塩コショウをし、よく混ぜて粘りを出したら
しいたけ、玉ねぎ、生姜、酒、醤油などを入れ、さらに混ぜて一口大に丸めます。それを油で表面がカリッとするまで揚げて、野菜もすべて素揚げします。あんは黒酢、醤油、砂糖などに水溶き片栗粉でとろみをつけたもの。具材と絡めて出来上がり。お互い生きるような形で甘くあまりしないでね、ちょっと抑え気味にしてる。で我々食べた時にね、料理も美味しい、お酒も美味しいと。淡麗辛口ながらうまみが強い四万十の風との相性は。肉黒酢が結構いい仕事をしようがないのかと思う。中華でもさっぱりして、それが食べやすいし飲みやすい。もたれる中華じゃないんで、ね、軽くて美味しい。こういう組み合わせ初めてなんですけど美味しい。酒も美味しい、料理も美味しい。新しい酒の世界が見えましたよ。初めてほんまに。常識を飛び越える軽やかなうまみのマリアージュ。服部先生、次はどの蔵で会いましょう。